気をつけてください。でも解決方法簡単なので、これからのカンちゃんの説明を最後まで聞いてください。知って過ごすか、知らずに過ごすか、あなたの人生が変わるかも。皆さんの悩みの多くって人間関係じゃないのかしら。6個のお星様と6個のダブルスター、全部で12個。あなた自身が何色ちゃんかまずは知って、相手が何色ちゃんかわかると、夫婦だろうがカップルだろうが、親子関係、友人関係、仕事関係、意外と解決策が見えてくるかもしれません。動画を最後まで見ていただけると、リンクを貼りますので、そちらからご連絡いただけると、あなたが何色ちゃんかっていうのを無料で教えて差し上げております。あなたの人生が変わるかもよ。皆さん、いつもお元気ですか？カンちゃんです。今回は、レッドちゃん説明しようとしております。レッドちゃんはですよね、簡単に言うと、天才ですよ、天才。でもちょっと変わっている天才と言ったらいいかな。有名人だとしたら、大谷翔平選手。スポーツ系じゃなかったら、広瀬涼子さんと、また世界的な人物が誰がいるのかとしたら、イーロン・マスク。ちょっと変わっている天才ですよ。自分が好きなことだけ天才的にやれる天才ですよ。これが短所にもありますよね。自分が好きなことしかうまくできませんよ。いつも病むし、泣くし、ストレスまみれで、うまくいかないし、人たちと問題ができて、いつも人たちと揉めるし、嫌われるし、なぜでしょうかね。これから、このカンちゃんが、この問題に対して説明しようとしております。もしよろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。レッドちゃんは、自分が好きなことしかできない星たちなんですよ。いつもその力をうまく活用ができない存在たちなんです。その中で成功者、つまり幸せになる人たちは本当に少ない数なんです。今聞いているレッドちゃんたち、気をつけてください。でも解決方法簡単なので、これからのカンちゃんの説明を最後まで聞いてください。レッドちゃんはこの心が小さいんですよ。心を器だとしたら小さすぎる。他の人より本当に小さいですよ。だからこの小さな器に自分を1個入れちゃったらいっぱいになりますよ。だから自分があんまり好きじゃないということをちょこっとでも入れたらいつも溢れちゃう運気なんです。だからストレスまみれになるし、あのストレスのせいで人たちとよく揉めるし、本当はそういうつもりじゃないけど嫌味が出ちゃうし、それこそプンプン丸々ですよね。いつもつばきちゃんが言っているプンプン丸々なんです。で、それでわがままの人間、すごくちょっと気強いになります。本当はそうではないんですけどね。なぜかとしたら、いつも自分の心が溢れちゃうからそうなんですよ。これは一体どうすればいいのか。聞いているレッドちゃんたち、経験ありますよね。毎日だと思います。なので、顔も神経質になるし、いつも幸せではない顔をしていて、本当に冷たい、冷静な顔をしているキャラになっている、ちょっと悲しい、切ない存在たちが、レッドちゃんたちです。すごい力を持っていますけどね。自分が好きなことをやったら、もう本当に自分は幸せで、自分があんまり興味がなかったり、あんまりしたくない仕事をしたり、ストレスまみれになっちゃって、いつも 100% の自分の力を出せなくなりますよ。まあ世の中全部そうですよね。もう嫌な仕事しながら、もう本当に給料待ちながら、働かなきゃならないんですよね。自分と会っていないしても。自分が本当に好きなことがあったとしても、何がもっとお金になるのか、何がもっと安定的な仕事になるのか、みんなそれを考えながらあれを選びますよね。そういうことをしちゃ一番ダメな星がレッドちゃんなんですよ。レッドちゃんこそ、そういうことを考えなくて、本当にお金を見なく、未来を見なく、自分が本当に好きでしょうがないことを選んでやるべきの星なんです。大谷翔平選手を見てください、皆さん。
野球少年でしたね。お金いらなかったんですよね。野球さえあれば自分は幸せで、野球が好きでしょうがなかったんですよね。あれで天才的な力を毎日毎日出して、スターになってお金、成功、名誉は後で来る形なんですよ。これがレッドちゃんたちにヒントになったら嬉しいです。で、社会の中でそういう生活をずっと続けたら、レッドちゃんたちはどうなるのかとしたら、いつも自分の力を出せない。一人でいる時には泣くし、いつも病むし、いつも疲れるし、そうなりますよ。またさっき説明したように、嫌味だけ出ちゃう。幸せじゃないから、他の人よりもマイナスになっちゃって死んでいきます。いつも不幸な人生。いつも揉める人生になります。どうすればいいのか。自分が好きなことを全部選んでやった方がいいですよ。この器の話をさっきしたのじゃないんですか。溢れちゃったら自分がどうにかしなきゃならない星なんですよ。他の人たちが解決できません。それが恋人だとしても、家族だとしても、ベストフレンドだとしてもそうなんです。このレッドちゃんの心がちょっと溢れちゃった瞬間、これはこのレッドちゃん自分が解決しなきゃならないんです。なので、ちょっと自分の時間も必要な存在たちなんですよ。はい。1番、自分が好きなことを選んでやること。はい。2番、自分のストレスが溢れた時に、じゃあ自分の時間が必要だということは何の話かとしたら、本当に誰もタッチしない自分の時間が必要だということなんですよ。レッドちゃんがちょっと病んでいるし、泣いているし、大変に見えます。そうしたら、友達としての私たちはどうしますか？多分、LINE 送りますよね。大丈夫？今日ちょっと飲みながら、ちょっと美味しいものでも食べながら喋りしようか？いや、悩み聞いてあげるよ。相談に乗ってあげるよ。大丈夫？なんで答えないの？そうするんじゃないですか。それはレッドちゃんには全くいらないことなんです。ただ、放置なんです。なぜなら、レッドちゃんは自分の時間が必要だから。レッドちゃんの立場はその時は何なのかとしたら、この俺がね、ちょっと自分の時間、誰もタッチしない自分の時間、自分一人でちょっと自由に、ちょっと過ごしてから、ちょっと自分が自然に冷めるから、自分が冷めたら、俺が、メッセージ送るからちょっと待ってくれということなんですよ。それ、第2位のヒントです。自分の時間が必要なんです。家族も恋人も誰も自分のストレスを解決してくれませんよ。自分がどうにかしなきゃならないんです。ワイングラスなんです。ワイングラスはちょこっと触っても割れやすいですよね。持ち方もあるし、ワイングラスに入れるものも決められていますよね。それをわからない人たちが自分たちのスタイルで勝手にこのワイングラスを触っちゃうと割れるだけ割れちゃいますよ。だから勝手に触らない方がいいです。自分が好きなことだけやること。なぜ？ 100% の自分の力を出すために、またストレスがたまらないために、自分の時間が必要だということは、またこれが自分のストレスの管理のためなんですよ。レッドちゃんたちは自分との戦い、つまり自分とのストレスとの戦いなんですよ。優秀な力を持って生まれて、すごい大成功する力を持っていますのに、自分にこの来ちゃう、このストレスをどうすれば解決できるのかわからなくて、毎日同じ繰り返しのストレス、苦労しながら、いつも自分の力を出せない、嫌われるキャラに、ずーっと死ぬまでに行く星なんです。それから脱出ができて大成功して人たちの、この説明を聞いた後、今考えてみてください。大谷翔平選手は自分が好きなことだけして、その残っている時間はずーっと休憩します。また自分に必要な勉強だけして、他にもう外に出ないんですよね。飲みもしないし、遊びもしない。ただ自分が好きなことしたら家に静かに戻って休んで、そういうことなんです。そういうことをあんまりうまくしなかったらどうなりますか？どうなるのかとしたら、広末涼子さんみたいになっちゃいますよ。わかりますよね？どうなっているのか。自分のストレス管理を良くしなかったらどうなるのか。皆さん私が説明しなくてもわかりますよね。で、同じレッドちゃんです。
大谷翔平、広末涼子、同じレッドちゃんだとしたら皆さん、信じれますか？なので、レッドちゃんの皆さん、大谷翔平を目指すのか、いつも病んで病みまくる広末涼子さんみたいになっちゃうのか。これはですよね、すべてが、この動画を見ているレッドちゃんたち自分次第なんです。はい、ここまで、カンちゃんのレッドちゃんの説明でした。皆さんにこの私の説明が染みたら嬉しいです。また次の動画で会いましょう。皆さん、自分が何色ちゃんか知りたくありませんか？パートナーや自分のお子さんや何色ちゃんかわかりたいっていう方には、この向かって右上の方にリンクを貼りますので、そちらから気軽にご連絡ください。完全無料で教えて差し上げております。自分やパートナーやお子さんが何色ちゃんかって分かった上で見ると、また動画も一味違った見方になると思います。どうぞ気軽にご連絡ください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録も大歓迎。それではまた次回の動画で会いましょう。じゃあねー。バイバーイ。